今回は、小学生の時愛用していた、愛されし1マナクリーチャーをまとめてみました。おそらく20代後半以降の方にぶっ刺さる内容だと思います。かなり懐かしいカードを紹介していくので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それじゃあ、早速参りましょう。超戦士ブレイズクロー。ジュエマ第1弾で登場したカードで、1マナといえばこいつというほど、超有名なカードですね。1マナ戦で可能なら毎ターン攻撃するという、デメリット効果持ちではありますが、速攻デッキにしてみれば、あまり気にならない効果ですね。あと、この効果が、必ず攻撃しなければと勘違いして、出したターンから攻撃するという、実質スピードアタッカーのような使い方をして、やってしまっていた人多いのではないでしょうか。もちろん、それは誤りです。話を戻しますが、先行1ターン目にこいつが出せるかどうか、これだけで試合が傾くほど、超重要な役割を持つこのカード。しかし小学生環境においては、口述する1マナブロッカーが当たり前のように採用される環境。そのため、先行1ターン目でこいつを出しても、返しにブロッカーが召喚されたら、そのブロッカーを除去しない限り、彼は死にます。多くの小学生はこの一連の流れをもって、命の尊さを学ぶのでした。ちなみに登場から20年以上経った今でも、このカードの完全上位互換となるカードが出ておらず、まだまだ現役のカードとなります。アクアガード。ジュエマ第1弾で登場したカードで、1マナ2000のブロッカー、攻撃することができません。しかしこいつは当時優秀だった種族、リキッドピープルを持つため、第2弾以降では最軽量の進化元として一気に注目を浴びることに、クリスタルランサーやパラディン、クリスタルブレイダーなど、有能な進化先への元として、約10年もの間、1マナのリキッドピープルというアイデンティティを守り、活躍したカードとなります。あまたなブレイズクローを葬った凶悪カードの1枚でもありますね。蒼天の守護者ラウラギが、ジュエマ第1弾で登場したカードで、1マナ2000のブロッカー、相手プレイヤーを攻撃できません。おそらく最も有名な1マナブロッカーだと思います。小学生鉄壁デッキに採用されていたり、ガーディアンという優秀な種族が、ラルバギアやグレナギューレという、強力な進化クリーチャーへ化けることを可能にしており、ラウラギガとソルガーラは、もはや小学生環境で見ない日はないほどでした。また、ガーディアンデッキという、まあまあ強かったガチデッキでも、採用されるようなカードで、ミストリエスとこいつで、大量に展開してから、ハイドロハリケーンで吹き飛ばす、悪魔みたいなデッキが、本当に嫌いでした。ねじれるものボーンスライム、ジュエマ第2弾で登場したカードで、1マナ1000のブロッカー、しかも攻撃が可能。ただし、相手プレイヤーを攻撃した後、破壊されます。攻撃可能なブロッカーでありながら、1マナという軽さが最大の利点であり、小学生環境においても、大人気のカードだったのではないでしょうか。闇入りの速攻では1ターン目から出せる貴重なアタッカーであり、次回効果が、墓地進化の進化元として利用できるのが、非常に噛み合っていますね。ちなみにこの次回効果は相手プレイヤーへの攻撃時なので、クリーチャーへの攻撃には反応しません。また、この効果が相手プレイヤーを攻撃する宣言でトリガーするため、ブロックされた場合や侵略した場合でも、次回効果は発動して消えないため、攻撃終了時に破壊されます。まあ、パワーが1000なので、侵略以外はあまり気にする必要はありませんが、もしパワーが上がって攻撃する場合など、ありえない場面ではないため、覚えておいて損はなさそうです。このカードを使えばね。スナイプモスキート。ジュエマ第3弾で登場したカードで、1マナ2000で、攻撃時、自分のマナからカードを1枚手札に戻します。数少ない1マナの自然クリーチャー。当時は攻撃できる1マナクリーチャーというだけで、脳死で速攻デッキに採用されるほど貴重でした。パワーも1マナとしては破格の2000であり、相手のブレイズクローに負けない点が、まあまあ強かった印象です。ただ、デメリットとなるマナ回収効果、やや癖が強く、速攻デッキならマナをほとんど消費しないため、大した影響はないのですが、しかし展開にやや足を引っ張ってしまうのは否めません。そして、小学生環境において、マナ回収という能力は評価が低く、このカードを嫌う人も多かったのではないでしょうか。ちなみにこのカードは、獰猛な外見とは裏腹に、水草を食べて求愛ダンスを踊るそうです。マリンフラワー、ジュエマ第4弾で登場したカードで、1マナ2000のブロッカー、攻撃することができません。
一見、よくある1マナブロッカーですが、こいつの種族はサイバーウイルス。そして同期に凶悪カード、アストラルリーフが収録されており、その進化元として、もはやトラウマレベルでよく見たカード。当時のリーフデッキは、オルバルマスターズやドギラゴンバスターなど、環境一色に染め上げたカードたちと、何ら変わらないほど、環境を青一色に染め上げたカードで、むしろそいつらよりひどかったまであります。2ターン目3ドローで攻撃って、実質、ブレイズクローが次のターンに3ドローできて、パワー4000になったようなもので、さらに当時の青タンといえば、赤タン速攻のような速度で襲ってきて、しかも豊富なドローで攻撃が止まないという、恐ろしいデッキだったのでした。そんな青タンでのマリンフラワーって、1ターン目にこいつが出せるかどうかで、勝敗が決するほどとまで言われるほど、超重要なカードだったんですよね。だから当時を知るプレイヤーにとっては、1ターン目にこいつを見ると、ああ、となって、1ターン目から絶望していたのでした。恐ろしいですね。孤独の影ロンリーウォーカー、ジュエマ第6弾で登場したカードで、1マナ2000、時ターン終了時、自分の場にあるクリーチャーがこいつだけなら、破壊されます。1マナでありながら2000という破格のパワー。デメリットゆえに、1ターン目から出すことは実質不可能ですが、こいつを孤独にさえしなければ、かなりのポテンシャルを秘めているカード。パワーが高いので、序盤に出てくるブロッカーに対し、一方的に負けないほか、ゴーストという種族が、ジャック・バイパーの進化元になり、収束闇文明の心臓として活躍したカードですね。初期イラストは可愛らしく見えて結構怖いのですが、再録されたイラスト違いでは、とても可愛いカードになっています。僕はこのカード、結構好きでした。預言者クルト、ジュエマ第10弾で登場したカードで、1マナ500のバニラクリーチャー、ジュエマ史上初のパワー500で、登場時はかなりの注目を浴びました。最もパワーの低いクリーチャー、それまではパワー1000が最低だったため、それにバトルで負けるという点や、漫画などでクルトは弱いみたいな扱いをされていたことから、貧弱カードというポジションだったのですが、小学生環境においては、クルトを強いと認識しているかどうかで、プレイヤーの実力を推し量る指標になっていたことは、僕の地域だけではないはずです。ちなみに裏話で、通常、コスト1で相手プレイヤーを攻撃できるクリーチャーは、マイナス1コスト分のデメリットを背負うため、デメリットを持たない場合は、本来パワーが0となり存在できないのですが、光文明を持つクリーチャーは、たまにパワープラス500されるという特徴があるため、1マナ500のクリーチャーとして存在することが可能であり、光文明ゆえに実現したカードと言えます。ちなみになぜ光文明だけプラス500という、パワーが少し高くなるのかというと、背景ストーリーにおいて、光文明は他の文明より強いみたいな設定があるからです。冒険妖精ポレゴン、ジュエマ第11弾で登場したカードで、1マナパワー2000、時ターン終了時、このカードがシールドをブレイクしていたら、このクリーチャーを手札に戻します。デメリット持ちでありながら、1マナでパワー2000であり、しかも手札に変えるということは、また召喚が可能ということ。1マナだからそこまで負担にならないことから、ほとんど苦になりません。先のスナイプモスキートより、ポレゴンを使っていた人は多いでしょう。そして、1マナで殴れるスノーフェアリーという、唯一無二の個性を持っているため、多くのデッキに採用されており、ガチ環境でも活躍していました。こいつからよくダイヤモンドブリザードを見ましたね。つい最近では革命チェンジとの相性の良さから、ちょくちょく採用されており、やはり1マナの殴れるカードって偉大だなと、改めて認識させられましたね。最後はその他の1マナカードを一気に紹介。それがこいつらですね。やばい、懐かしすぎてハゲそう。特に言うことはありませんね。小学生環境では、1マナというだけで採用されるものですから、こういった地味なカードもよく見たものです。皆さんは何をよく使っていましたか？僕はキュベラがうざかったのでとても印象に残っていますね。以上、愛されし1マナカードを紹介していきました。いかがだったでしょうか？かなり懐かしいカードばかりだったと思います。皆さんの思い出話はコメントから教えてください。それで当時を思い出すのが、結構楽しいんですよね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。